皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大津実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方やっていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み上げ音声を室谷由紀女流三段に今回は設定してあります。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。はい、対局開始。さあ、今回もね、今回もねちょっと居飛車模様で指してみましょう。相手方3二金、ちょっと早い手ですね。2五歩伸ばしてみますが、これいろんな指し方あるとこです。ここで、3三角、これはですね坂田流向かい飛車という手をね狙ってますね。交換してみましょうか。同金同桂どちらもあります。同金ですね。これね、プロのね公式戦でもね近年また復活してね、昔は坂田流ね向かい飛車なんて言われてましたけれども、近年またね指す棋士が増えてきてる形ですね。で、私は6、8八銀と上がってね角換わりの形をつけました。4二玉でしたね。2二飛車と回ると、坂田流向かい飛車というね形だったんですが、居飛車をね相手の方選択しましたね。で3二玉ですか。結構ねこの玉の移動が早いのはね、比較的珍しい印象ですね。私は4六で3六から3七銀という指し方もあるところです。で金銀がねこれ逆形なんでね、この形がこの後どうなるかですね。はい、以前ですとねこういう形はしてはいけませんよとね、銀が上で金が下の方がいい形でね、そういう形に組みましょうとね言われていたんですけどね、近年はいろんな形が何ていうんですかね見直されて指されるように、ね、なってきましたね。はい、で私の方はねそうですね、いわゆるこっちの形ですよね。先手の金金の形の方が後手の金銀の形よりいいよとねこういう形で避けましょうとね、言われてたんですけど、近年はこういう形もねなんていうんですかね気にせずというかね、具体的にじゃあどう咎めるんですかとねいうね、考え方がね増えてきていますね。8もつきますか。なぜねこの金と銀がね、こちらの銀が上の方がいいとされているかというのは、解説の方でできてもいいんですけど、この後のね対局の進行でもしかしたら出てくるかもしれないですね。今3七桂と飛んで、私の方もね相手の方棒銀をやってきそうな気配ですね。これはね、はい、どうしようかな。飛車を引いて流行の形にしてみますか。4八金と上がってね、これね7九玉から8八玉と上がる手もあるんですけど、今ね8三銀から8四銀の棒銀も考えられたんですね。で今6四歩だったんで、腰掛け銀になりそうなんですけど、一応棒銀があったのでね、私も、玉をね角の後回しにして腰掛け銀をね先に作りました。5四歩ですか。これ5五歩もあるところなんでねちょっと意外な手ですね。どうしようかな。4五歩仕掛けてみますか。これね、はい、行ってみましょう。でこの時にねここは金か銀かでね随分変わるんですよ先がね。銀の方がこうなんていうんですか、狙われた時にね少し柔らかく受けれるというかねところがあります。で金が上がって、私もねできれば7九玉か8八玉やりたいんでね、どうしようかな。一回引いといてもいいですけどね、引いとこうかな。いや王様ね角打てはやっぱり大きいんでね引きますか。これ4四歩からどんどん攻める手もあったと思います今ね。私はねこれ7一にね角を打つ形が一応狙い筋なんですよね。すぐは無理なんですけど、この4四の地点にこうぶつかっているんでね歩をね、ここに何か駒が来た時に7一角と打ってこう飛車と金のね両取りみたいなイメージでさせるといいなっていう感じですね。はい、で7四歩ですか。6六つけますかね。で7三桂と飛んだら攻めますかね。そろそろね7三桂と飛んでくるとね相手の方の攻撃陣もね整ってくるんで、ただ7三桂と飛ぶのは攻めとして使いますけど、この桂馬が浮くんでねどっからこの5一角という筋も出てくるんですよね。なので攻め筋が増えましたのでね、そろそろ攻めますかね。8八玉ともう一手入る手もあるんですけど、そうするとね攻めてこられるかもしれないですよね。具体的に6五歩とかね、難しいですね。8八玉入る手も大きい手なんでね。また2四歩どこで突くかですね。ここで突く手もあるし難しいな、迷いますね。いきますか。4四歩ね行ってみましょう。これでね金と銀の違いなんですけど、ここの銀ですとね同銀で取ってこう打ってまた戻れるんですよ。でも金だと今ここにね金が縦に並んじゃうと4五歩打った時にね戻れないんですよね。そこが一番の違いですね。はい、でですね、じゃあどうしようかな。桂馬が飛んでるんでその桂馬を狙うというね攻め筋もあるんですけど、そっち行ってみますか。あるいは銀をぶつけるか難しいですよ。銀ぶつけもやりたいとこなんで、ね、銀ぶつけますか。これね4五桂もあるとこなんですよ。これ攻め方いろいろあるんでね、解説の辺の方でできれば一番これ自然な手ですよ。4五銀がね、一応攻める前に6六ついたんで、ね、6五桂と飛ばれない格好ですね。で、この桂馬を飛ばしたことによってどっかで5一角があると、6二角というのはこうですね5一角と7一角を両方消したということで、
なるほどなるほど。受けの手ですね。どうしようかな。2四歩同歩2五歩と継ぎ歩をするか。取ったら同角なんですよね。2四歩同歩、まあ2四歩1回突きますかね。で2五歩と継ぎ歩をするか。これを1回取ると何で取ってくるのか。同角で継ぎ歩の方がいいかな。同角だと4五金っていう手もありますね。取って何で取るかを見ましょうか。同角でしたね。これ4五金と手厚く打つか、4五桂と飛んで4三金なら5一角と打ってね、この桂馬狙えるんですよ。そっちでどうせ打ってみますかね。狙えるよって話をせっかくしたんでね、狙ってみますか。この桂馬をね、突き捨てです。これ手筋ですね。この1回取る手もあるんですけど、同歩にしましょうか。これ手抜きかもしれないですね、相手の方ね。寄りですね。今ね、手抜いて8五歩もあったと思います。寄りですか。ただね、歩を今2枚もらったんで、歩打つ手がきつそうですけどね、今ね、歩をもらったんですよ、今ちょうどここでね。これ5三角と打って同角同桂成という攻め方もあるし、2五歩と打つ手も先生2五歩でいってますか。これね打てるんで、これね7三の桂先ほど言ったじゃないですか。これ攻める前に飛ばせたのね。これ同歩に2四歩と打ってここに角打つ手がね繰り返したんです。これ歩打ってね、叩きの歩。そうなんですよ。これ同金だと5一角が通打で、今ね8六歩と突いたことによって一歩もらったんですよね。これ歩打つ歩なかったんでね、今歩切れですからね。なので8六の突き捨てが微妙でしたね。金逃げるなら単に逃げた方が良かったかも。これね角ってこれが痛いでしょうね、さすがに。これは技がかかりまして、今ね1三金も2五飛車と走れるんでね、きつかったと思うんですけど、1三金と言っても2五飛車と走っておくと、玉頭がねすごい傷なんでね、8六突き捨て微妙でしたね。これは綺麗に技がかかりましたね。はっきり、私が優勢ですね。金銀にね逆の形で、進んだんでね、そこの部分を今回はこの将棋ではねうまく咎められましたかね。ただ毎回こうなるわけじゃなくてね、微妙な形の違いで、金逆の方がね、いいこともね最近はね見直されてきてるんでね。桂跳びですか。これはいい勝負手ですね。同歩同飛車で十字飛車をしながら、桂馬を逃げたと。どっちがいいかな。同歩と取るか金を取るか迷うとこですね。どちらでも駒得が大きいんでねいいんですけど、同歩かな。同歩だと銀打ってくるのかな。でも角なって取れるな。角なって飛車して取って今ね先のこと考えてます。金を取って桂なって同金もありますね。どっちがいいかな。ちょっと迷いますね。金を取りますか、自然にねゴロッとね急所の金を。同歩もありますね。ただ今の8五桂は多分おそらく一番ね最善の一手だったと思います。そして銀を受けて、これ相手の方一番最善の粘り強い、一番ね、先手から見ると一番嫌な手ですね。さすがという感じです。相手の方ね四段の方ですけれども、ただ現状はやっぱ駒のね得が大きいんで形勢はねいいですけどね。同歩と取って歩を取るのは大きいんで同歩と取りますかね。これね歩でね取ってねここに歩打つ手を狙ってるんでね、飛車引きですか。緩急自在ですね。なるほど、馬を引いたら銀打とうと。結構ね相手の方これ強いですよ。やっぱりしぶといですね。歩を打ってどんどん攻めてってうまくいくかな。歩をなって金を打って決めに行くか、馬を逃げて指すか、どっちがいいかな。馬引いて桂馬を打つ手もありますね。ここにね5六桂と打って馬を取ったら角を取る、そっちの方がいいかな。5六桂打ちますか。馬を逃げると7二打ちでね逮捕しようってことだったと思うんですけどね。桂馬を打って馬を取れば角を取ってね、角と馬なんでね同等の交換なんでね。今ねちょっと途中になっちゃったんですけど、この歩を取ったのは2四歩とねここに馬が効いてるんでね打つ手をね狙ったんですね。角出ですか。そうですね、この角出もあるんですけど、歩を打っていいかな。もう決めに行って、馬を取ると取って同飛車で切って取って角、大体決まりですね。それでね馬を逃げる手もありますけど、歩を打って先に切るのと迷いますね。切って角もきついんでね、これ難しい。迷いますね。飛車を渡すんでね、こっちの方も私の方もね無傷で済まないんで慎重にさないといけないですけど、どれが一番いいかな。切って歩を角打って歩を打つ、取って銀打って取って歩を打つ、取る切る歩を打つのがいいかな。普通に歩を打ちますか。難しいですね。これ金取りになってるんでね、両取りになっちゃってるんで、どっちか逃げるとどっちか取られちゃうんでね、それだけは例えばひるんで5八金でちょっと馬取られて大変なことになっちゃうんで、そうですね。銀を取ってでも飛車を切っちゃいますかね。で角を打って
玉を引きました。これはまあ今ね2四銀から詰む筋があったんでいいなんですけど、まあこれ飛車取っといて、さてまあこれで多分ね詰めろなんですね、相手の方の王様がね。で私の王様王手なんで、まあ詰むかどうかねしっかり読んできます。銀打って同玉銀に金打って金打って、まあ詰みでしょうね。金打ってまあだから詰み、相手の王様にねこれ金銀3枚持って飛車の詰みなんで、まあ合駒を使わずにね逃げます。まあ飛車合いとかもあるんですけどね、ここはいろんな勝ち方あるところですね。4九飛車と打ってもよかったと思います。まあ怖いようでもね角銀だけなので、こちらの王様ね上が抜けてますから詰みはなくて、まあ、次にねこれちょっと手数長いですけど2三に銀あるいは金を打って、まあ、銀打たれダメかなで詰みがありそうです。角ですか。銀を打って、同玉に、同銀なら金を打って同玉で金を打つ、バラバラにしてそうですね飛車を打って、まあねもう詰みをね積んでると思ってるって詰まないとねひどいんで先読みます。銀打って同銀、同玉は飛車を打って詰み、同銀は金を打って同玉で残り飛車金なので3三金と打って、同桂は同馬で詰みで王様を逃げて銀を取って打って飛車ってね詰みですね。なのでこれはね逃げればいいと。まあこちらの王様はね詰まなければいいってことを確認したということですね。大体まあそういう感じで、将棋の終盤はねやっていきます。まあ何か受けてくる可能性もありますけどね、ここでね。まあ私の王様6八角成となられるとかなり危険な、状況というかね、まあ8九飛車成から攻められる順があるので、そしてこれ時に、2三銀と打って詰むっていうのはね私の読みですね。2三銀同玉なら2五飛車、同銀なら2二金やっていきましょうか。ここに銀を打ちまして、まあ、すごいね焦点の捨て駒なんですけれども、同玉ですとね2五飛車で詰みで金を打って、超手数ですけどねで、金を打ちます。で残り飛車1枚なんですけどね、今ね銀を動かしたことでこれ金が打てるんですね。で馬と桂馬の連結で、まあ逃げてもね詰みだったと思います。同桂だったのでこれは同馬でね詰みですね。はい。で1三玉には1四1三2五桂と打って詰みです。まあ飛車桂持ってるんでね、あとは駒を打っていけば詰みですね。まあぴったり詰みましたね。はい。では着地成功ということで、まあこれでね最後まで来ました。飛車を打って詰みです。ありがとうございました。すごい。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋大勢実況対局の方やってまいりました。まあ、戦型が今回は角換わりのね将棋に進みましてね、相手の方が少し力戦形と呼ばれるね、まあ、3三金型と言われる坂田流向かい飛車でねよくあるスタートだったんですけれども、そこから角換わりということでね、以前ですとあんまり良くない形だよとねされていた形だったんですけどね、近年まあ見直されてきて、まあ、プロの公式戦でも多く指されているようなね形でした。まあ、本局に関してはですねその形の弱点をねうまくつくことができて、まあ、私がリードを奪ってね押し切ることができたという将棋でした。この将棋のね詳しい解説は解説戦の方をご覧いただいてね、ぜひ合わせてみていただいてね皆様にね分かりやすく解説していければなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。